戸町田武蔵野店に到着しました。どうですか？どんな感じ？僕の標準でなかったはずなんですよ。今後そういうことですね。もうそれぞれドアレスモードですね。鍵開いてます。そのまま、ね、ビニールついてきてるままで。いつも悪くないですよね。本側じゃなくなっちゃったけど。本側よりいいんじゃないの？滑らなくて。本側はね、結構ね、滑るね。運転するときに少し走り出してから座り直したりとかね。特にマニュアルだったんで、滑ったりとかしませんでした。滑ったりはしないけど、やっぱりポジションがね、収まりが悪い。収まりが。スウェード調なので、洋服との摩擦がすごく多いので、一回決まるとなかなか動かないので、非常にいいと思います。メーターが消えるし、メタルミにはまってしまいました。止まったところから発進するようなときに、オフロードスイッチを押すと、より出やすくなりますよと。デフロストみたいな。この辺も変わりましたね。この辺もそうですね。ピアノブラックだったんですが。ピアノブラック、あれ、結構ね、細かい傷がね、つきやすいんだけど。汚れたと思って拭くと、そのまま傷がついちゃうんで、至るところ改良がなされてる感じを。イヤーケースの中に、今回ポップランプしていただいたので、こちら、もし必要であれば私たちで、そのまますぐ、いらないですね。では、このまま元ついてですね。あとはいつも通り、そこは変わらずですね。奥にポーズ。で、こちらは、いつもこれどっかで外してますか？外して、こっちも全部入れちゃいましょうか。ヘッドライトを。で、手を離していただくと、絶対オートに戻るんですね。あ、そうなんだ。付け忘れというのがなくなります。真っ暗な状態で、この今消えてる状態で走り出せば、勝手についちゃいます。で、もう一回、オフに戻していただいて、そうすると、アダプティブ LED ヘッドライトモードでしたら、ハイビームの方のポジションに、レバーを奥側に倒していくと A って出てくるので、アダプティブ LED ヘッドライトモードになりましたよ。対向車来たらその人眩しくないですし、走るスピードによって照らす場所変えますよっていうモードはこちらですね。あとはもう本当に違いはございません。右手、左手、ワイパー、一緒です。ヘッドライトの、操作が少し変わりましたというのが、今回違うところですかね。
これも調べたらついてたんですね。ブラックトーンはありますよね。つけようかなと思ったらいらないんじゃないって言われたんだけど、ブラックトーンはついてます。他のグレードは、5はついてないです。で今回ナビゲーションがモニターを大きくしてもらったんですよね。10.25 モニターですね。見やすいですね、この方が。で本当にもうあとは操作方法は一緒です。はい。ホームボタンを押して見え方が変わっただけなんですよね。はい。あとやることはもう一緒でございます。はい。あとはですね、CD のトレイがなくなったから。CD なくなりました。いらないですね。これが大きくなってユニットが入ったんで挿入口なくなってますよね。はい。もしオプションでつけるとしたら天井。はい。いらない。リアのルームライトのことです。必要ないです。LED なんです。LED ですね。ETC 変わらずここですよね。はい。ですね。で、肘掛けの中も同じでございますし、USB の口もこの中に入ってますね。それではマツダコネクトの Bluetooth 設定からいきましょうか。はい。Bluetooth の画面ですね。先ほどのこれ一回閉じていただいて大丈夫で、Bluetooth 設定の画面をマツダっていうのが出てくるので、はい、このマツダじゃなくこれはもう前の車のやつですからね。はい、こっちですね。下の、はい、タップでお願いします。同じ番号ですね。はい、ペアリングです。はい、バッチリですね。これで OK で、続いて先ほどのマイマツダいきたいと思います。アプリをもう一度ご用意してください。はい。で、ちょっとお待ちくださいね。積まなくていいです。で、車との接続をタップしてください。上です。で、スタート。次、リクエスト。そうすると数字がまたボンって出てきますので、その出てきた数字を、はい、入力してください。あとはもう設定をいろいろ通知の設定ですね、いろんな通知が来ますよってものなので、今登録したばかりなので、何もまだつながりません。少し時間を置いてからですね、こちらを見ていただくと、いろんな情報が吸い出せるようになるので、バッテンでいきましょう。で、次へです。例えばですね、お願いします。1個横のステータスというところを開いていただくと、燃料どのくらい入ってるかなというのが車から離れてても確認できますよと。これが便利ですね。燃料を入れられますよというものですね。あと通知が飛んできたときに、リモート操作っていうところで、例えばハザード切りたいなとか、鍵閉めたいぞとか、そういうのをですね、長押ししていただくとリクエストかかりますんで、飛ばすことができます。そうするとそばに来て操作しなくても大丈夫です。やってくれると。あとはですね、ここ地図のマークがありますね。はい。まだこれもつながってないのでできないんですが、目的地を入れて飛ばすことができる。例えば食事中お昼食べながら次あそこ行こうかで送信かけとけば、戻ってきて車にエンジンかければ、ルート案内がもうされるという、すごく便利ですか。今までのマツダコネクト、エンジンかけてから起動するまで遅かったですね。申し訳ございませんでした。すごい、そういったお声をいただいてですね、このナビ自体も、すごく起動早くなってますんで、やっと普通のナビに戻ってくる感じですね。そういった地図のものもありますし、戻るボタンを、いきた
たいと思います。いろいろ使えるものが多くてですね、これだけの説明ではなくて、もっと使えることが多くなりますので、はい、ちょっとそれはいじりながら覚えてください。これで、このスマホの登録は以上なので、次から SOS ボタンを押すとつながります。オペレーター。わかります。どうされましたかって言われてしまうので、必要がある時だけ SOS ボタンはお使いください。私たちも試乗車とかで間違って押してしまうこととかあって、すぐつながりました。どうしましたすいません、間違えましたと。それで大丈夫です。ここがね、スイッチなんでね、ちょっと滑らしてしちゃいそうですよね。そういうのもありますよね。踏みながらスタートボタン。かっこいいですね、画面。左手のインフォメーションというボタンで真ん中の画面の切り替え。ああ、なるほど。燃料系はここなんですね。右下にもありますし、センターメーターの3時あたりにここにもついてますよね。ああ、はいはい。ああ、なるほど。だね。ここ曲がれってことなの？違うのか。いや、ナビは今設定してないのか。わかるから別に。ここに出てるじゃない、で50キロだから、このスピードメーターの50のところが針が赤くなってるじゃない、いろいろ進化してますね。車のさ、エンプティーランプってあるじゃない、燃料が減ってくると、残り10キロ以上は走れると思うんだけど、ランプがつけてる。あれってさ、メーカーによってこの針の位置が違うの知ってる？わかんない。今まで結構トヨタ乗ってたんだけど、トヨタってさ、もう針が下がってそれからエンプティつくんだよね。マツダはつかないの。本当にね、そのフルスケールの間で示してるらしくて、そこはもう下がりきったら本当にないってことなんですよね。正直だ。
最初さと思ったんだけど、トヨタの時違ってたなと思って。スバルはどう？いや、もう俺は半分以下にはしないから、燃料は。そうか。エンプティーランプつけたことがない。ない。震災があってから、もうこりごりでさ、もう半分以下にはしないと思う。スタンド難民になっちゃうもんね。それでもわかんないけど、必ず半分になったら出る。通勤、車でほぼでしょ。そう。片道結構あるよね。あるね。タイヤどうしてんの？東洋は、だから2年に1回変えてるから、俺も。車を同じじゃない2年じゃないけど、3年は経ってないんだよな、きっとね。同じじゃない一緒なんだって、考えは。そうなのかな。でも、だけどリタイアの年だからな。たださ、生産しないといけないんじゃない？下のグレードにする。そうかな。我慢できるかな。よかったですか、今日は。よかったです。まあ天気はね、こんな感じですけど、